動画をご覧いただいている皆様、ドラマキャシアン&見てますか？自分が見終えた感想としましてはね、面白すぎた。もうね、マンダロリアンより面白かった。マジで。異論反論は認めます。好みはね、すごく分かれる作品であるのはこれ間違いない。ただ、ぶっ刺さるとね、絶対に抜けない素晴らしいドラマだったですね。というわけで、今回はスター・ウォーズ・ブラックシリーズのそのドラマの主人公、こちらがキャシアン&そして登場人物の一人のルーセンの2体を紹介していきます。そしてね、これからドラマをね、ご覧になる方いらっしゃると思うので、フィギュアのレビュー中、ドラマの内容については一切触れません。ただ、そのドラマがスター・ウォーズにおいてどういう立ち位置なのか、そして本日紹介するこの2体のキャラクターがどういう人物なのかだけは言わせてくださいね。では、ルーセンから開けようかね。よいしょ。よし、ルーセンね、演じているのはステラン・スカルスガルドね、名バイプレイヤー。よいしょ、出てこい。これね、ミラコンポですね。で、次はキャシアン&行こうかね。よいしょ。演じているのはディエゴ・ルナ。スター・ウォーズ・セレブレーション・ジャパンにおいて来たそうじゃないですか、この方ね。もう会えた方羨ましすぎる。こちらもミラコンボですね。よしではね、それでは中身の方すべて取り出していく。はい、ではフィギュアの方を取り出しまして、キャシアン&というドラマなんですけど、ディズニープラスで配信されているスター・ウォーズのスピンオフドラマです。スター・ウォーズの時系列的にどこに当たるか。それはまず、スター・ウォーズ・ローグ・ワンという映画を知らなければならぬ。ローグワンはエピソード4の前日談で、エピソード4が始まる10分前までを描いたスピンオフ映画。で、ドラマのキャシアン&は、そのローグワンでの戦いが始まる5年前から遡った物語を描いた作品。ローグワンの前日談。なので、スター・ウォーズのスピンオフのスピンオフといったところかな。このキャシアンはそのローグワンの映画に出てきた準主役キャラクターで、そのキャラクターにスポットを当てたドラマがキャシアン&という作品なんですね。ではフィギュアの方はまずキャサから見ていこうか。キャシアン&とある星で廃品回収を行う、切れると何をしでかすかわからない危険なやつ。最初は単なるどこにでもいる人間だったんですけど、とある事件をきっかけに大きな運命に巻き込まれていく。まだ反乱軍すらない時代から活躍。あらゆる汚れ仕事を請け負い、世の中の数々の暗部を見てきた。そんな男一匹がいかにして反乱軍で誰よりも優れた情報将校となるのか。そこがドラマで描かれるんですがね、これまたほんとかっこいいんだ。そしてね、何より声優が大好きな加瀬康之さんってのも個人的にポイント高い。全体を見てみると、この衣装かっこよくないですか？ロングコートがブレードランナーのデッカードを想起させるのがまた個人的に好みですね。そうなんですよ。何がそうなんですよ。キャシアン&の魅力の一つとして、美術関連が挙げられると思う。それこそこの衣装とか小道具とかが非常に魅力的でね、あとロケーションとか背景、セットにすごい惹かれるんですよ。特にね、帝国側の建造物やセットが素晴らしかったですね。これからご覧になる方いらっしゃったら、その辺ちょっとね、注目してください。衣装が本当にどれもかっこよくて綺麗なんですよね。マンダロリアンやアソーカ、オビワン、スケルトンクルーなど、どのドラマよりもその辺惹かれましたね。頭部を見てみよう。演じているのはディエゴ・ルナという役者さんで、これ最初ね、フィギュアの方ね、宣材写真とか見たとき、あんまり似ていないなと思っていて、これね、パッと見ね、フィギュアの方、似てないように見えますが、いざ開封してこうやってじっくり見てみるとかなり似ていますね。これ手に取らないとちょっとわからない不思議なアイテムですね。ドラマ的には髪の毛が長い初期の方のキャシアンですね。めっちゃくちゃかっこいいと思います。
衣装の方もドラマ初期のロングコート、ブラックシリーズのキャシアン何体か出ているんですけど、個人的にはこの衣装が一番好きなんですよね。しかもなかなか細かく作られていて、コートの質感が再現されていたり、各部ちゃんと色分けされていたり、ファスナーやこの辺留め具しっかりと造形されていて、インナーの方もねきちんと塗り分けされていますね。このさすがにベルトについている工具類は造形のみにとどまっているんですけど、全然安っぽさはありませんね。このねズボンとブーツがねまたかっこいいんですよね。可動範囲いきましょう。まずは頭部、上はここまでいけて、うつむきこうでぐるりと一周回って、このようにぐりぐり傾き取れますね。肩の方は中見るとバタフライ機構があるんですけど、コートが干渉するので、ほぼ機能してない感じですね。ちょっと動くかな。横へはこうで、ぐるりと一周回って、肘がここまで曲がって、肘自体でこのように可動して、手首はこのような可動ですね。胴体の方、接続箇所は腰のみですね。後ろへはここまでというか、このコートがね、干渉するので、ほぼいかないかな。前はここまででぐるりと一周回って、傾きはボールジョイントなんで取れますね。で、股関節の方は引き出し機構はなしで、前はこうで、後ろへはここまでで股割り、これもコートが干渉しますね。ここまででももにこの辺ロールがあって、膝がここまでいけて、膝自体でこのように回る感じで、足首後ろはこうで前はこうで傾き取れて、つま先可動はありません。付属品はブラスター1丁のみ。このブラスターがまた武骨でかっこいいデザインなんだわ。劇中よくアップになるので印象に残りますね。キャシアンね、いろいろブラスター所持するんですけど、これが登場した時、やっぱキャシアンにはこいつだよなって勝手に思いますね。次にルーセン・レイエル見ていこう。エピソード4以降のスター・ウォーズの物語は、帝国と反乱軍の戦いが壮大に描かれるスペースオペラなんですけど、その反乱軍の立案者、基礎とも言えるものをゼロから築き上げたのがこのルーセン。彼の行く道にスペースオペラの華やかさは微塵もかけらもない。あるものは謀略、裏切り、暗殺、破壊、破壊、破壊、そして打倒帝国の信念のみ、ひたすら修羅道を行く人物。ドラマ刺さった方ならこれ共感してもらえるかどうか分かりませんけど、マンダロリアンかっこいいと思うよ。いいんじゃない？そうか？いい。彼女もかっこいいよ。グローグ？いいね、いいね。かわいいよ、かわいいよ。ルーセン？ギャー来たーってなりませんかね。グローグよりこのルーセン魅力上だと思うんですけど、今安藤熱が俺強いからそう思うだけかな。頭部を見てみましょう。いや、これね、めちゃくちゃ似てますよ。すっごい似てる。素晴らしすぎる。演じているのは名優ステラン・スカルスガルド、名バイプレイヤーですね。MCU ではソーに出てきたセルヴィグ博士、ソーでのステランの全裸シーン、今の俺にはね大ご褒美ですね。これなんでこんなに似てるんだ、すごいなこれ。ブラックシリーズ過去一似てるんじゃないですかね。衣装の方なんですけど、これまた惹かれるデザインなんですよね。この切り込まれた袖部分とか、全体的に色合いも含めてインナーとかもねシンプルなんですけど、キャラクターのイメージにぴったしの衣装なんですよね。偉そうながら素晴らしいと思いますよ。可動範囲、頭部の方は上はこうでうつむきこうでぐるりと一周回ってぐりぐり傾き取れますね。肩の方、内側見るとバタフライ機構がありますので、これぐらい動いて横へはこうでぐるりと一周回って腕の付け根でこんな風に回って肘がここまでいけて肘自体でこのように回転ですね。手首はこのような可動で、胴体の方接続箇所は
腰のみですね。後ろへはここまで行けて、これも安藤と一緒でコートが干渉してあまり後ろへは行けないですね。うつむきこうでぐるりと一周回ってボールジョイントなんでこのように傾き取れますね。股関節の方引き出し機構はありませんね。前はこうで後ろへはここまで行けて股割りこうで一見ももにロールないように見えるんですけどこのようにロールがありまして膝後ろへはこうで後ろへはというかここまで曲がって膝自体でこのように曲がって足首後ろへはこうで前はこうで傾き取れてつま先可動はありません。付属品はブラスターが1丁、グリップ部分が白く塗り分けされている。そして骨董品のナイフ、これ小さいんですけど引き抜くことができて螺旋状の刀身がしっかりと再現してあります。でもあっちのナイフは付属しないんですね。でね、俺これだけ面白いと豪語しているんですけど、この作品を人に勧められるかといえば、答えはノーですね。ライトセーバーによるド派手なチャンバラ、これ全くありません。そして派手なブラスター戦、これもほとんどありません。要所要所で少しある程度。でもね、とある星での戦いがあるんですけど、あそこはね、神がかったストーリー展開と相まってものすごい迫力だった。スターシップによるドッグファイト、これもほぼないかな、少しだけある。愛憎劇や友情劇、冒険劇もありません。あるのはひたすら会話。内容も政治的なものばかりですね。なので、スター・ウォーズに求めるものがさっき言ったものだった場合、ひたすら退屈な時間が流れます。かくいう自分もね、きっついな、これどこがおもろいねんって思ってたんですけど、5話くらいから化けますね。もうどんどん引き込まれます。今じゃハマりまくって一生抜けそうにありません。ドラマ見終えた後、自分ローグワンからエピソード4、5、6とちょっと見返したんですね。そしたらね、なんかスター・ウォーズという作品の色が違うんですよ。もちろん視覚的、物理的ではなく心理的な意味なんですけど、特にね、ローグワンのラスト、映画館でご覧になった方ならわかると思うんですけど、ダース・ベイダー登場シーン、ポーパーって呼吸音が聞こえ、直後ライトセーバーの光とともに姿を現したベーダー卿、あの一連の演出に全身の毛穴が開いたと思うんですよね。皆さんベーダー卿バチクソかっこええって当時思いましたよ。その後反乱兵たちがデススターの設計図を命がけのリレーで託していくんですけど、あのシーンがね、当時でもめっちゃ感動したんですけど、ドラマ見終えた後だとあのリレーシーン、ベーダー卿に無慈悲に切り刻まれていく反乱兵を見るのがね、辛すぎてですね、映画のキャラクターもそうですけど、ドラマで登場したいろいろなキャラクターが垣間見えまして、デススターの設計図の重みがさらに増しました。で、その後のレイヤの希望ですのシーンね、当時ははあそうなるかって感心したんですけど、ドラマ視聴後だといや何笑とんねんって思いましたよね。はい、ということでドラマの内容一切話さないと言いながらエキサイトしすぎてちょっと話してしまったんですけど、その辺のところすいませんでした。ごめんなさい。何度も言うんですけど、キャシアン・アンドーというドラマ、決して万人に勧められる作品ではないんですけど、この感動をね、共有できたらこれ幸いですよ。ではね、今回も本当にありがとう。バイビー。